皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においてはなかなか細かなニュースについては取り上げてはくれません。なので、このチャンネルでぜひともウクライナ情勢の情報を更新していってください。現在のところウクライナ情勢に対する最も大きな影響を与えるであろうというのがトランプ氏の大統領就任です。従来のバイデン政権とは異なり、トランプ氏の場合だとウクライナ支援の政策がガラッと変わりそうな情勢です。このことを理解するためには、まず共和党がどのような考えを持っている人たちなのかについてお話をしておくべきでしょう。バイデン政権によるウクライナ支援で共和党の人たちは批判をしていました。しかし、その批判の種類としては2種類ありました。まず第一に、ウクライナに対する支援はアメリカ国民の税金を無駄遣いすることであり、ウクライナに支援すべきではないという一派。もう一つが、ウクライナ支援を行うには、あまりにも今行っている支援は量が足りなく、また質についても問題があり、もっと一気呵成にウクライナ軍がロシア軍を攻撃できるように量も質も引き上げるべきだというこの2種類です。共和党の中ではこの2つの意見の対立があった上でどちらについてもバイデン政権を批判していました。支援することそれ自体を批判するのと支援の量や質が全く足りないという形での批判。どちらについても批判を行っていたわけです。さあ、ここからが問題なのですが、トランプ氏がどちらの方向で考えているかです。現在のところトランプ氏はその詳細については語っていません。ただし、トランプ氏が大統領に就任した際にその人事が答えを示していると言われています。まず第一に、副大統領であるバン氏はウクライナに支援することそれ自体が無駄であるという話をしています。一方で、トランプ政権に加わるのではないかと言われていたのがポンペオ氏です。かつてトランプ政権に加わっていたポンペオ氏の場合だと、バイデン政権の行っている支援はあまりにも量が少なく足りない、もっと量を引き上げるべきだという話をしていました。具体的な手法としては、レンドリース法の活用です。これは、かつてナチスドイツと戦ったソ連に対するアメリカによる大規模な軍事物資の融通策で、返済は何十年とかかっても良いから今の戦いに勝てといった形でソ連に対する多大な軍事支援をアメリカがかつては行いました。それが今度はナチスロシアに対する防御のためにウクライナ支援にレンドリースを活用しようというわけです。そして多くの軍事物資を援助するんだけれども、その返済は時間をかけてでもいいからアメリカに対してしてくれれば、アメリカ国民の税金もある程度は戻ってくるというところから、決して無駄にはならないという考えです。一時期はポンペオ氏がトランプ政権に参加するのではないかということが言われたのですが、同時にポンペオ氏が政権参加することに反対するといった意見もネット上で湧き上がったことから、後日トランプ氏周辺の話としてポンペオ氏が政権に参加することはないと打ち消しの報道が起こってしまいました。また、共和党には外交政策においても2種類の方向性があります。それは国際協調をした上でのアメリカの国益を最大化すべきだという意見、そしてトランプ氏の唱えるMAGA、アメリカ第一主義、アメリカの国益を全てに優先すべきだという考え方のこの2種類です。大統領選のために行われた予備選挙においては、トランプ氏はニッキー・ヘイリー氏との戦いを行っていました。ニッキー・ヘイリー氏はこうした国際協調路線に基づくアメリカの国益を最大化すべきだという意見の人で、ポンペオ氏と同じくトランプ政権に加わる可能性が報じられていました。最大の政敵を自分の政権の中に取り込むことによって共和党の一致団結を図ろうという政治手法です。ただし、これについても意見の合致率があまりにも低いことから、最終的にはニッキー・ヘイリー氏も政権に加わらないことが報道されています。また、主要な人物ではないものの、ウクライナ支援をもっと強力に行うべきだとしていた共和党の議員たちもいるのですが、これらの人たちがトランプ氏が大統領に返り咲いた際に、これまでの持論通りの意見を言うかはちょっと不透明です。そのため全体の傾向として、トランプ政権によるウクライナ支援はかなり危うい状況にあります。一方で、トランプ氏はプーチン大統領に対して電話会談を申し込み、これを実施したというような報道も行われました。これ以上の状況の深刻化については、
自重してくれるようにとある程度の申し入れをしたというような内容です。ただしこれについてはすぐにロシア側からそのような電話会談は実現してはいないという完全否定するような報道が出ています。ロシアの大統領報道官であるペスコフ氏は、そもそもそのような報道の事実は存在しないという具合にして、話の内容が違うであるとか、そういったわけではなく、そもそも会談そのものが実現はしていないといったような完全否定の仕様です。ただし、プーチン大統領自身は、トランプ氏が大統領に返り咲いた際には、交渉の余地があることは何度となく表明しています。この点について言えば、常に交渉の扉は開いており、誰でも交渉に来ればいいよという話はしています。ただし、話し合いはするけれども、それは決してロシアにとって不利な状況を飲むというわけではありません。なお、このようにしてウクライナ情勢を中心にしてトランプ大統領の話をするので、アメリカにおいては、このようなトランプ氏の外交政策について批判的な意見もあるだろうと思われる方もいるかとは思いますが、これは大統領選挙についての解説を行った時にも言いましたが、アメリカ国民にとって最も重要なのは、アメリカ国内の政策に対する評価であり、外交政策については扱いは非常に小さいものです。アメリカ国内における第一の問題は、見捨てられた労働者たちに対する手当をする、そうしたアメリカの国民向けの政策であり、それは例えば物価高対策であったり、大企業が業績をいくら伸ばしても生活が苦しくなる多くの労働者たちへの救いです。そのためにアメリカ国外に出ていった企業に対してアメリカ国内に戻るようにと進められている政策が関税政策です。実際には関税政策をすることによって世界から安い製品が入ってくる状況が変わってしまい、高い給料でアメリカ国内で生産をするとなれば物価高につながってしまうわけですが、その点についてはどのように工夫するかについては今のところ不明です。物価高の対策として確実に効くのは、まずはエネルギー政策。アメリカ国内には従来の石油や天然ガスの取り方もありますが、それに加えてシェールオイル、シェールガスの新たな採掘ができる状態となっています。これらについて掘りまくれば、アメリカ国内の需要を満たした上で海外への輸出もできます。それに伴ってエネルギー価格を大幅に引き下げることができます。この政策に対してヨーロッパも反応していて、従来はロシア産の石油や天然ガスを買っていた EU 加盟国がアメリカ産を購入するといったこともすでに提案されています。これはロシア産のエネルギー資源をヨーロッパが買わなくなることによってロシアの国家経済に対する打撃につながっていきます。また、トランプ氏がプーチン大統領に対してかけられる最大限の圧力がエネルギー価格の大幅な引き下げです。ロシアの国家経済はエネルギー資源の輸出にかなり頼っており、このエネルギー価格を大幅に引き下げることそれ自体がアメリカ国内に対する物価高対策になると同時に、プーチン大統領に対しても外交カードになり得るというわけです。ちなみにエネルギー価格が下がることそれ自体は日本にとっても実は良い影響があります。何しろ日本は中東原油に非常に頼りきりの状態ですから、エネルギー価格が下がることによって日本もまた物価高がかなり抑制されるのです。ただし値下がり幅については限界があります。例えばサウジアラビアとアメリカにおけるシェールオイルの採掘コストには差があって、採算ラインはアメリカのシェールオイルの方が高い状態です。例えば1バレル50ドル、40ドル、30ドルと下がっていくと、先に値を上げるのがアメリカのシェールオイルの方です。ですからアメリカのシェール業界にとって採算ラインを割り込まない程度まででなんとか抑えるというところが現実路線でしょう。しかしそれでも現在では1バレル100ドル、90ドル、80ドル、70ドルと下がってはきている状態なので、これ以上下がってくれればロシアにとっても打撃になるし、一方でアメリカにとっても利益が出つつ採掘が進められるラインというわけです。ただし気候変動問題で石油を使いまくるのはちょっとやめようというこの流れには逆らうこととなります。この問題を最終的に解決するためには核融合発電技術の実用化まで待たなければなりません。さて、そのようにしてウクライナ国外の国際情勢で様々な出来事が起こっているわけですが、ウクライナ軍それ自体もなんとか自力でロシアに対する攻撃を行っています。最近では遠距離攻撃少しお休みしていたのですが、ここ最近になって再開しています。例えば、ウクライナの南には黒海があるわけですが、その黒海よりもさらに東にはカスピ海があります。東部戦線
線のその前線よりもさらに1500キロ先、カスピ海の港に停留していたロシア海軍の軍艦に対する遠距離攻撃が行われました。映像も公開されているのですが、自爆突撃機は軍艦に直撃し、1隻もしくは2隻が損傷を受けたと言われています。距離的にこの1500キロという距離は最長ではありませんが、その最長に迫るような遠距離攻撃です。そして、これだけ遠いといったこともあって、十分な防空体制が取られていないことから攻撃は成功したようです。また、それだけではなく、首都モスクワ方面に対する遠距離攻撃も実施されました。この時、一番大きな成果を上げたであろうと言われているのが、武器弾薬の製造工場に対する攻撃です。出来上がり製品である弾薬がいっぱいあるのが武器弾薬庫。しかし、その弾薬庫に対する攻撃を行っても、生産拠点を破壊しなければ、次から次と完成品が上がってくるわけですから、生産工場に対する攻撃は不可欠です。現在のところ、ウクライナの遠距離攻撃は、小型飛行機の無人化で、速度としては時速200キロ程度しか出ません。しかし、完成した弾道ミサイルもすでにあると言われていますから、これがいかに生産軌道に乗るかが今後の遠距離攻撃にかかっています。なお、アメリカでトランプ氏が大統領に就任し、ウクライナ支援を打ち切った場合に備えて、ヨーロッパ諸国によるウクライナ支援をいかにして引き上げるかについての議論がようやく高まりつつあります。残念ながらヨーロッパ各国もウクライナ支援、アメリカに頼りきりな場面があったわけなので、より身近な自国の問題としてウクライナ支援をより本格的に考えてほしいものです。特に財政余力のある国としてはドイツがあります。ドイツの場合だと赤字国債をいくら出すかといったところが非常に神経質になっていて、赤字国債を1兆円出すのもちょっと嫌だなといった感じでかなり拒否感があります。しかしこれまでドイツはロシアとの経済関係において安い天然ガスを大量に輸入し、安いエネルギー価格をもってして自国の産業の競争力を高めるといった政策をとって、これまではずっとその利益を溜め込んでいました。そのことを考えれば、今ロシアによる侵略を退けるためにも、これまで蓄えた富を放出する意味でも、臨時の赤字国債を大量に出してでも、ウクライナ支援を行ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢をめぐっては今かなりウクライナ以外の国での政治的な動きが活発化しています。そしてそれは今後のウクライナの状況を十分左右するような大きな出来事がたくさん起こっています。国連常任理事国による他国への軍事侵略を追認するようなことがないようになんとかヨーロッパが奮起してほしいものです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。